ナオミライフのナオミです。こんにちは。前回はこのキャンピングカーの、外装編ということでお伝えしましたが、今回はいよいよ内装編になります。前回同様、東和モーターさんの、埼玉本庄店店長の浜田さんに、内装の説明をしてもらいました。ご覧ください。電子レンジこれで走行中こっちに落ちることはないです。固定してあります。あ、そうなんだ。はい。全然わからない。ちょっと日が入ってるからね、若干暗く見るとちょっと明るいか。はい、少し黄色い、はい、赤みがあるのが、こことここの板は流用ですね。ここは新規にしてます。他人に見せるとこじゃないし、そう別にね。後ろのエアコンがあんな感じでついてまして、排水も両サイドから先ほど言ったように処理してます。で、ちょっとご説明のために今テーブルを外しました。ここの上の天板はただ刺さってるだけです。刺さってるだけ。で、このテーブルポールは、まあ、ここに絵が描いてあるんですね。ロックとロック解除の絵が描いてあるんですね。回していただいて、こうするだけなんです。これ溝が入るだけなので、はい、ただ溝入れただけだとフリーですから、しっかりと締めてください。これでもう取れない。ちょっと説明のためにこれも外します。で、ちょっと中のお話をしていきます。結構パツパツですね。これがリアエアコンですね。クーラーですね。ヒーターじゃないです。リアエアコン。リアクーラー。クーラーですね。エンジンがかかってる時だけ。あとフロントのクーラーを動かしてるだけ。なので、まあ夏場ですかね。で、かかってる時はこれを回していただければ、このファンが動き始めて、風が出てくると。はい。こことここですね。その電源はサブバッテリーですか、それともこれはエンジンですね。車の、あくまでも車の、はい、ワンボックスカーのリアクーラーみたいなのですね。はい。で、これがサブバッテリー、ダブルサブバッテリーになってます。通常のAC デルコが標準でお付けしてるんですけど、これはいいものに、インバーターでエアコンも少し考えたものですから、一応ダブルバッテリーのご料金をいただいてるんですけど、まあいいものに変えさせていただきます。はい、ありがとうございます。AMG バッテリーってやつですね。はい。これは高性能というよりも耐久性が非常にいいと。はい。なので容量が山ほどあるっていうわけではなくて、はい。これで110アンペアありますので、一応200アンペアなんですけど、それでも非常にいいと。で、こうサブバッテリーが、少なくなっちゃった時に、自動的に止まるんですよね。はい。大丈夫。はい。使い切っちゃうとダメだって言ってる人。はい。全く全部使い切るようにはなってないんですけども、もうそうなった場合は強制的に外部コンセントで充電をしてあげないと復帰はしません。ソーラーでもダメですし、エンジンでもダメです。なので、そろそろないですよっていうサインが出てきますから、そうなった場合は、エンジンをかけるか、コンセントを入れていただくか、日向に持っていくかですね。これをしてください。まあ、エンジンが一番手軽でいいとは思います。はい、でそのまま何も充電せずに使い続けると、ブザーがブーっと鳴り始めて、そのうちパンって消えちゃいます。もう消えちゃったらさっき言ったようにコンセントを挿さないと充電はできません。でそれってどこでわかるんですか？はい、一応、それはブザーがブーってこの辺から鳴り始めるので、あれなんだろうって言ったらその音ですね。で数値的にはどっか見てわかるところ？一応こちらが、はい、数値の
メインスイッチになりますよ。これが今 100% 充電されてますよ。これ100はサブバッテリーの？サブバッテリーが 100%、メインは見てません。じゃあ100っていうのは2本で 100？ 2本で100です。で今 12.9V ありますということですね。これが今使用何もつけてないので 0.0 アンペア使ってるんで、200アンペアを100として計算してます。でこれを例えばアンペアメーターの方つけると使い始めましたね。ああ、本当だね。はい、今3アンペア使ってるっていうことで。この100、さっきの100にしといたら100が50ぐらいになったらもう危険なの？もうちょっと減りますね。じゃあここエアコンチェックしなきゃダメだ。今の気温だったら動くかな。で、インバーター、一応この機械ですね。これが AC100V、で AC12V を 100V に変換します。これがインバーターですね。ついでに言うと、これがインバーター、これがバッテリーチャージャー。100V 入れてのチャージャーです。で、FF ヒーター。あと 100V が外部コンセントと、インバーターと両方上がってしまわないように、こういうリレー回路で制限してます。はい、一応外部コンセント優先という形ですね。で、外部コンセントを入れても、ランプがつかないと。ちょっと一回切りますね。通常 100V が入っていると、そこの外部コンセントの通電ランプがつきます。はい。これで今100来てるんだなっていうのが分かります。で、これが光ってる時はもう電子レンジにも電気いってますし、エアコンにも電気がいってます。あ、これついてればね。はい。あ、なるほど。で、外部コンセント入れてれば、通常これがオフでも電気はつくはずなんですね。このリレーが動いてるんで。だけど、あれつかないぞっていう時は、ここにブレーカーがあります。これが降りてるともう上がっていかないので、あれなんで外部コンセント入れたのに100使えないんだろうと思ったら、大概これがオフになって、電気使いすぎて落ちちゃってるんで。はい、要は RV パークでも大体何アンペアかの契約あると思うんですけど、1サイト何アンペア入ってるかわからないので、たまに、電子レンジ使ってエアコンつけてとかバチンと落ちちゃうかもしれない。大元が落ちるかこっちが落ちるか、ちょっとわかんないです。RV パークは全部使い放題なんです。電気は使い放題ですけど、容量がご自宅の契約ってあるじゃないですか、の家庭用の。あれもこたつつけて何かつけてエアコンつけてとかバンって切って、はい、そうするとちょっとアンペア契約見直そうって言って、ちょっと基本料金高いけど上げようってありますよね。あれと同じです。いっぱい使いすぎると落ちちゃう可能性があるんで。でなんか使ってて、あれ消えたぞって言ったら、多分これが降りてるか大元の方が降りてるかどっちかだと思います。これもよくなんか使えなくなっちゃったって連絡来ると、これ見てくださいって言うとこうなってることが多いですね。なるほどね。はい、ここのランプがついてれば100が使えるってことね。そうです。これだけのしかで今インバーター入れてないですけど、外部コンセントさっき入れて、ドラムリールの何でもポンって入っていれば、そこ通電はされるので、はい。出口は一緒です。ここを使いたかったらここを押すの？そうです。インバーターが動くと。これは常に押してたらどんどん使っちゃってダメなの？基本休止状態になります。休止モードっていうのがあって、オンになっても電気は作らないモードになります。ただ待機電力は食っちゃうみたいな。ああ、そういうことね。はい、なのでなるべく使わないときは。ああ、そっかそっか。でもなんだっけ、冷蔵庫とかずっとつけてるときはやっぱつけといた方がいいんじゃない？いや、冷蔵庫は12ボルトなのでこれは必要ないです。はい、100ボルト、今100ボルトで動くのは電子レンジとエアコンだけ。これは12だからいいんだ。でも12だからいいって、じゃああれ車のエンジンかけてないとダメなの？エンジンかけてなくても大丈夫。サブバッテリーを今使い始めてるので。あ、そうなんだ。はい、これはじゃあずっと、だってほら冷蔵庫って使う時に冷えてないとこもあるから、ずっと入れっぱなしにした方がいい。そう、冷蔵庫は大概の皆さんはオンのままなので、エンジン切って消えちゃうとまずいですし、コンセントとかインバーター切っちゃったら切れちゃうってものじゃないので、ずっと動き続けるんですね。これはサブバッテリーでしょ？サブバッテリー。でサブバッテリーはこれ一晩やっても、これはやってても一晩やって大丈夫です。全然大丈夫。はい。劣化してなければ、いっぱい使ってなければ大丈夫。
で、なので12ボルトで動くものの話だけすれば、こうライトですね、照明、ベンチレーターとか、水道のポンプとか、これね、はい、大きいのはこの冷蔵庫、これが全部12ボルトです。今冷蔵庫入れました。はい、今ブーンって動いてますね。これをよく見ると、これを回します。本当だ。で、こっちは高温ね。これ一番マックスにしとかなきゃいけないの？いや、それは好みで。はい、じゃあちょっと冷蔵庫の説明をしていきましょう。これで開閉です。はい。で、冷えるのはここですね。ちょっとこれですね。これが冷えます。これ？はい。その上の手、はい。それが一番冷えます。これと、はい、冷凍？そうです。冷凍っぽい。はい、ずっとやってればそこにびっしり霜がつきます。あくまでも庫内が冷えるのが全体が冷えるじゃなくて、これが冷えてきて空気を回す、全体を冷やすって形なので、これがびっしりまず冷えます。でこれ結露してしまうので、こういう受け皿があって水はここにっていう感じでこれがついてる。で冷蔵庫の一番トラブルというかご相談であるのが、このオンオフ、手元でオンオフできるんですけど、メインスイッチ切ってしまうと切れちゃうんですね。なのでよく旅先にオンで行って、なんか休憩しましょうって言った時に、降りる時に電気もったいないから消そうってパチンって消しちゃうと、こっちが温まってっちゃうので、気づいたらビチョビチョになってるとか。じゃあもうそれはずっとオンにしよう。メインスイッチはこっちだけを切っていけば。そうです。こっちだけ切ってもらえれば。冷蔵庫は動き続けます。触んなきゃいいんだよね。触んないようにする。ずっとつけとけばいいんでしょ。でもう食べ終わったらパチン。でも毎日乗ってたら毎日つけてた方がいいよね。必ずエンジンをかけてればそれは問題ないってことですよね。そうですね。エンジンの発電量を上回るってことはまずないと思います。で、ソーラーパネルがついていて、ソーラーチャージャーというのがここについてるんですけど、これでチャージしてるっていうのは液晶ついてるんで見れるんですけど、別に何アンペア出ててもこれでモニターできるので、あえてこれは外に出すと、よくソーラーパネルでどんだけ出てるか見たいっていうお客さんいるんですけど、逆にこれが外にあると邪魔で頭にぶつかっちゃうので、私たちなるべくうちの営業所はしまうようにしてますね。それも自動的にここ入った状態のが出てるってことでしょ。でこのコントローラー MPPT コントローラーっていういいやつつけてますんで、それなんか前に聞いたことある。ステージ2っていうやつもそうなの。値段全然違うんですよ。そうなの？はい。なんかすごいあれがいいんだって散々言ってたよ。ソーラーのことで？そう、ソーラーのどれだけあれするかっていうのを制御するなんかコントローラーがどうとかって言って、MPPT ですね。そうした感じでその一応内容はここに入ってまして、ついでに今窓枠あたりだと、ロックは回すだけなんですね。でこのように開閉するんですけど、車幅を15センチ以上超えてしまうといけないので、車検が通らなくなりますから、チェーンを、つけてます。ここネジで止まってます。外してしまうと開きます。結構みんな外してるね。私からはこれ以上です。言えないってことだよね。そう。本当に外れてると車検取らないので、なくしちゃっていけないからさ。そこ全開することはないだろう。で、意外と使うのがこの手前の溝、ロック手前なんですけど、一番こっちなんですけど、この溝にちょっとだけ開けて、ちょっと換気。これ意外と寝てても比較的使えますね。どうしても人間の吐いてる息が断熱がいいので、逆に湿気は逃げないですから、換気してないとどうしても結露になっていくので、少し開けてあげてるだけでもだいぶ違いますね。で特にバンクベッドとかをこのモードにしてあげるといいとは思います。ここだと実際に寒かったりするんで。
あとは、シャッターの開閉ですね。で、ここでロックかかるんですけど、これ実は非常に脆くなっているので、よく折れるという、報告があります。レンタカーもよく折れてますね。なので全体的にこう上げ下げをしてください。ここを持つんじゃなくて、はい。ここをそうです。網戸にするときはこうパチンまで。上げるときはこう、下げるときは外すときだけゆっくり外して、これちょっと優しくして。これも何気に何百円かするので。なんでバンクベッド開けると効果的だっていうと、FF ヒーター特につけて冬場寝てる時に、結構あったかいので、あったかい空気ってみんな上行くじゃないですか。そうするとこれを開けるか、ここ少し開けるかっていうのが結構快適に過ごせるかなとは思いますね。コンセントっていうのはどこにあるの？コンセント100ボルトのコンセントはここだけ？はい。シガーソケットもそうですね。で、次に FF ヒーターですね。FF ヒーターもよくあるコントローラー、マルチダイヤルっていうのが一番、リーズナブルなんです。ちょっといいやつつけてるんで。まずこれを押します。で今21度、これ外気温ですね。ごめんなさい、時計の設定私してなかったんで、あってやりましょう。これ温度設定をして1回押します。もうこれでちょっと FF の音が聞こえますか？ちょっと当ててみると少し風が出てだんだん動いてきます。結構じゃあ時間はかかるのか着火するまでにはもののそうですね 2,3 分でつきますかね。であとは切った後もしばらく空気を暖かい空気を排出させるので、しばらくは動いてます。よくあれ切れてないのかなと思ったりするんですけど、あとトラブルというかよくあるのはもう切ったと思ってて実はずっと入れっぱなしっていうのがありますね。はい、なので自宅で車降りたのに翌日朝出勤しようと思ったらブーって出てるとかうちもよくあります。今落としてますね。実はこの下からそのメインスイッチはそこにまた連動してるんですか？これはね実はしてないんですね。なんでかっていうと冷蔵庫はいきなりビュンって、電気消えてしまっても影響ないんですけど、これだけは大元の電源切ってしまうと結局今まで燃やしてたのがいきなりバンってロストしちゃうとどうしても燃やしてましたからスラッジが溜まってたりとか不完全燃焼になってアフターバージって最後の排出もしなくなっちゃうので、これだけはサブバッテリーから直接取ってます。なので今試しますけどこうやっても落ちないんですね。これだけは動くようにしてます。なのでよくあるのはこれ切れば全部 OK でしょ、冷蔵庫も止まるしって言ったら実は FF は別なので FF の動作だけはしっかり確認して、はい、最後キャンプ終わると。これも日本語の説明書がついてますので、それ見ていただタイマー動作もできますから。あ、そう。はい。じゃあ夜切って朝つけることも。はい、30分で切るとか。はい。いいね。これもちょっと頑張りました。頑張って、はい、ご苦労様。アピールしておきます。あとはちょっとライトですけど。ちょっと水ポンプ、基本これをやらないと動きません。水のポンプ、はい、水道ポンプ。結構うるさいんだね。でこれしばらく圧力今かけてるので少し開けてちょっと排水しますね。あ、開いてます。下までついてないですね。ホースが一番下についてなかったです。もう一回水が出てしまえば、ちゃんとポンプは止まります。で、ここは
は動きますね。で水は先ほど言ったように使ったら必ずかけて、はい。あとは電子レンジをやりますか。今よいしょ。インバータースイッチを入れます。エアコンにやったか今通電しましたね。で通電するとこちらと向こうもつきます。今フラップが動き始めました。本当に勝手に初期動作でフラップが動きます。でこれこのまま動かしちゃといけないので中入ってますんで一応確認だけしてもらって、まあこんな感じで動きます。普通の電子レンジ。じゃあちょっとエアコンを動かしますね。まあエアコンは普通の、はい、いろんなやつができるんですね。一応暖房の方が電気食ってましたね。40近く使ってましたかね。2時間ぐらいでしょうかね。暖房だけ試せたの暖房だけ昨日ご主人にお電話したんですけど、寒くてエアコンテストしたかったんですけど止まっちゃうんですよやっぱり18度でやろうと。で FF とミックスでやったら逆に両方使ってる状態なので電気もっと食ってたんで、ただやってみたんですけど FF を31度設定にしてエアコン18度でずっとやったらやっぱり断続運転ですぐ止まっちゃうので、まあ、それだと4時間ぐらいずっと動いてましたけど実質ちゃんとは冷やしてるかも本当に多分何分かしか冷やしてないかもしれない。外から見てるとたまにバーッと動いてまたピッて止まってバーッと動いて夏のお楽しみだね。こんな感じです。一応あとは照明ベンチレーターも入れますね。一応全部入れておきます。棚類はそちらにもありましたけど必ずロックがあるのでよいしょ。一応これですね。このままは開かないようになってます。で上まで開けるとロックがかかるという感じです。そうよ。手前に引いてここ。戻すときはそのままこう、はい、思い切り入れて、はい、でパチンまで、はい、で今開けたところにカーテンが入ってます。これは前の間仕切りのカーテンなので、これはたわんじゃうとここの隙間がどうしても多少あるんですけどいっぱい開くとこうやって意味がないので結構パツパツになってますから、こうグーッと引っ張ってよいしょ止めてもらう。はい。これでも多少は開いてしまう。ここにやるやつ。でこれは棒を外さないと入りません。まずこれを外していただいて、こう詰める感じですね。はい、ドアが閉まっていれば、背もたれ、気をつけてですね。エアコンがだいぶいい。足もすげえあったかくなってたっけ。あとこういったライトは必ず手元にダウンライトだけないです。スイッチがこういうところに、ダウンライトはそっちで消します。はい。でこういった小さいライトは個別にあります。
ここだけはあるんですけど、あとここですね、こっちですね、こんな感じで、はい、あとそれも手前に、はい、大元消してしまえば消えちゃいますから、はい、あとはベンチレーターですね、マックスファン、カバー付きのものが入っています。今パチンと、これがロックですね。この状態だともう何も動かないです。でこのつまみを下に引いてくるくる回すとフラップが開くような感じです。はい、開いていても後ろはメッシュになってるので全く入らないわけじゃないですけれども、本来はもともとはこういうカバーだったものを蛇腹状のものがあってこうやって開いてるので、一応覆いはあるっていうことなので、はい、もう台風みたいなのはダメですけど、多少の雨だったらこれでも吹き込みはないと思います。風強いと入っちゃうかもしれない。で走行中は開けないようにしてください。はい、これ見ていただくとここにこういうシャフトが入っていて、あそこに鋳造のギアが入ってて、こういう回転で合わせてるんですけど、これが開けて走ってるとこうストレスがかかるわけですね。そうするとここのギアのところにすごいストレスがかかってよくこの中欠けちゃうので、開けっぱなしで走らないようにしてください。必ずキャンプしたら閉める。で台風の時は鈴かなんかつけてる人いたよね。忘れないように。走るとなるから分かるように。で使う時は開けてオンでアウトですね。インアウトができます。あと風量の調整もできます。逆にインにして風強くしてるともう扇風機に近いような感じ。今インに変えます。でなので、例えば旅終わった後っていうのはどうしても食べたりとか寝たりとか人間の当然匂いもありますから、ちょっと開けとくっていうので少しだけ開けとく方もいらっしゃいますので、走行だけしなければ要は大丈夫なので。ご自宅で屋根車庫にはついてないですか？大丈夫ですか？あ、じゃあ大丈夫です。屋根なければ基本ソーラーで充電はしてると思うので、多少の曇りでは充電してます。あ、そう。はい。そんなもんなんだ。食べてる人が多かった。ただめちゃめちゃは入んないですね。やっぱりね、曇りなんで。どのぐらい入るもん？本当にもともとこれいくつでしたっけ200。200ですね。200出ることは稀ですね。晴天でも。晴天で20。はい。角度合わせてるわけじゃない。ああ、そっかそっか。じゃあ本当はビビたるもんだけどないよりはいいかもしれないね。で、あそこ何あれは FF ヒーターですね。はい。この中に入るの？トイレにしようと思ってるけど、トイレあったかいんだ。トイレに換気はできねえけど。たまにここ密閉されてて、さっきオーバーヒートって言いましたね。室内気温が、室内の温度が温まりすぎて戻っていっちゃうとオーバーヒートで止まるので、やっぱこっち出してますから、この中が温まりすぎちゃうと、逆止まっにか。ちゃうから。出口のフラップこうついてるので、閉じることできますから、逆にこっちが強くなるので、ああ、そうか。今日はバンクベッドと網ですね。バンク基本的に、今こうやって置いてきちゃいましたけど、勝手に、ある程度重いので、走っててこう出てくることは少ないと思いますけど、ここに一応ロックがあります。アナログですけど、斜めにして立てるだけで出てこなくなります。で、今回お付けした、網ですね。
これ非常に便利なので、例えばここに荷物が山ほどあって、ちゃんとロックかかっていて、こういう状態であれば、ベルトはそれぞれで調整していただいていいんですけど、これであまり落ちてくることは少ないとは思います。長さ的には最大で出してもちゃんと当然ここはロックができるので、荷物が作ってくるっていうことはないかな。ラダーですね。これは後ろの2段ベルト、どうしてもこれついてると冷蔵庫もここまでしか開かないし、この下は開かないです。これって新しいやつこの中に入れられるようになってるんでしょ？なってますね。やっぱ違うよね、だんだんね。一応マットレス引いてあってもこれは使えますから、こういう状態でもギリギリ入りますし、この状態で寝かしといてもいいですし。そのぐらいですかね。ここは中の引き出しになっているので開けてもらって、下の中が見えるだけです。そうですね。キャンピングカーの説明的にはこんな感じです。はい、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。前回の外装編、そして今回の内装編ともにさすがにキャンピングカーを知り尽くしている店長さんならではの分かりやすい説明だったと思います。ありがとうございます。感謝します。これからこのキャンピングカーを使ってたくさんの場所に行って日本の素晴らしいところをたくさん見てみたいなというふうに思っております。そのために、これからこのキャンピングカーの内装と外装を、できるだけ自分に合った、快適な空間にできるように少しずつカスタマイズをしていきたいなというふうに思っております。収納の部分、あるいはこの車の中で、実際に料理をしてみたり、車中泊、実際に寝泊まりをしてみる、そういうところを、できるだけ快適にするためにはどういうふうな工夫が必要か、それぞれその人その人の工夫があると思いますので、私的に快適な空間にできるように少しずつカスタマイズを試みたいと思います。その内容も一つ一つ動画で上げていきたいと思っております。もしよろしければチャンネル登録、そして、評価の方をお願いしたいと思います。またコメント欄に、コメントいただけると、動画作成の励みになります。YouTube を始めてまだまだ1ヶ月足らずなので、動画の編集ももう本当に初心者で、見にくいところもあると思いますが、その辺は、ご了承いただきたいなというふうに思います。また、この内装外装を、工夫していくということだけでなく、私の今一番の課題はこの車を運転することです。実際には、免許をもちろん持っていますけれども、通常は夫の車に、助手席にあるいは後部座席に乗るだけですので、運転をほとんどすることが、ありません。で、
どうしてもという時には軽自動車の方を私用にありますので、それを運転するということはありますけれども、このキャブコンという、ある意味トラックのような大きさのものを運転するということは今までかつてやったことがありませんので、ただもうこの車が欲しくて買いましたので、今度はこの車を使ってあちこちに行けるように日々練習もしていきたいと思います。その内容も、動画を撮って一つ一つ流していきたいと思いますので、ぜひ、ご覧になっていただけたらと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。